太鼓もうそこいそうだね。はい、こんにちは、村岡正則です。今回の動画は鹿児島シーバス小鉢編その2です。次の日今度は一転して上流部に行きました。ここは何キロぐらい上流？ここで40キロいかないぐらいです。40キロ海から40キロ遡ったとこに鈴木もね登ってきてる季節ということで、まあこう支流が合流して線になってるところなのかな。そうですね。これすごい雨がめちゃくちゃ降ったの。そうなんですよ。一昨日まで大雨が降ってたんですけど、一昨日まで大雨だったんだ、はい、じゃあ雨2日後でもしかしたら絶好、まあ、残ってる濁りがある方がいいというのは、あると思う。はい、ということで早速やっていきましょう、はい、ルアーは何からいきますか？今スネコンつけてらっしゃいますけど、スネコンがいいと思います。あ、スネコン90、はい、もうここだよね、出るとしたらそうですね。誰も朝やってないといいね。この川は何キロぐらい上流まで鈴木が釣れるの？ここに大きなセールの場所があるんですけど、そこより上では僕はまだ釣ってないです。でその聞いた話とか記録、いやなんかいるらしいぐらいの話ではあるんですけど、僕の身近なアングラーとかではまだここから上で釣った人はいないです。ここまで40キロ。でも40キロまあ普通に見てたらでも超えれるだろうなと思いつつも、あとはエントリーできる場所をやっぱどんどん自分たちでも作らないといけないなと思ってますけど、関東のね利根川なんか150キロぐらいまで行くんで、行けるなら行くんだよ鈴木は。すごいっすよね。ボラもいるからね。ですよね。もうダム下でボラが飛んでるんですよ。だからシーバスもいるだろうなと思うんで僕はスネコン130の TG、スネコン TG の方でいきます。朝はより空気がいいですね。とても爽やかな季節だね。真ん中は深いんだ。すごいいい感じだね。雨跡のいい感じですよね。またこの支流から来る透明な水がすごく釣れそう。このね境目に結構ついてる時多いと思うんだよな。下流に行きましょう。はい、気持ちいい。気持ちがいい。水が冷たい。ちょっと流れ早いんで手貸します。一緒斜め下に行きましょう。転ばないことだけ考えて。冷て流される。流されながら行く。川は逆らってはいけない。横向きです。横向きです。本当だ。流されながら横断すると、で4本足で歩けばだいたい転ばない。本当に川登りやるときとか男3人でスクラム組んで6本足で行くの。そうするととんでもない流れでも1人が浮いてたりするんだけど 6本足だと転ばないんだよね。で200キロぐらいあるから流されもしなくてさ、いいね、最高。もうそこいそうだね。こういうとこ来たいよね。5月は最高ですのんびりやりたいんですけど5投ぐらいで勝負は決まりますスネコン90でいきます。なんか小鉢しゃがんでるとイノシシみたいだよ気をつけて、撃たれるよ漁師さんにあ、イノシシがいたっつって僕が来た形跡がこの辺にあるんじゃないですか。この砂の線についてなかったね。ついてなかったですか。いや、とてもつきそうな地形してるけど、ですね、普段水がない時はこの辺りに落ち込みができるのがあるんで、そこの地形がここにいるんじゃなかろう。支流が綺麗な水出してるんでね、下が澄んでて上が濁ってるからその下についてそうだ。相座お、食ってた。すごいボトム流してたら食ってた。やった。おお、全然思いっきりたるんでたからいやー、いいね、成牛します。やっぱそこの境目のシェードのとこにいたね。あ、いましただいぶ上の方から流し込んでたから。
そのまま来い、そのまま来い。やったねやったー、嬉しい。よいしょー、釣れましたよ。スネコンボトム流しでした。かっこいい。ミレピン美しい。もう完全に石の上をコン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 流してたら、あれ根がかりかなって感じでゴンっていったんで、合わせてみたら最初は一発目は大きくたるんでたんで殻合わせっぽくなって、2発目もう一回合わせたら魚でした。食ってんだけどね、食ったまんまだけど、見てこの顔の小ささ。普段見るスズキと全然違うし、同じスズキなのにこれだけ筋肉が発達して、まだ若いんだよこれ。3歳魚とか3年目生まれて。ヘイヘイイエーイ来たかいがあった。来たかいがあった。めちゃくちゃ気持ちいい。まだこの水触ってみて、水ツンってツンって、これぞ清流。めちゃ冷たい。15度とか16度ぐらい、泳いだら震え上がるようなね。ちょっとうるりそうになってた。こんなサイズで男泣きはやめようぜ。いやいやいや、男泣き乱発禁止。男泣きは取っとかないと。いやー、いいね。綺麗ですね。綺麗だね。いやー、かっこいい。そうだね。うん。やっぱね、清流のスズキはそもそも海水魚がやっぱね、川の真水入ってきて、じゃ先逃がします。バイバイ。バイバイ。よっしゃ。ありがとう。ありがとう。嬉しい。スネコンナイスでした。いや、もうさすがでございます。もうべったり流し込んでたから、ラインこんなたるんでたけど、だからちょっと自分が思ってる位置より上流にまだルアーがあって、ゴンって合わせたらラインだけスパーって走って、あれまだ全然上にあるかと思ったけど、まさにそこの茶色と青の境目のちょっと中入った側ぐらいで食ったね。だからやっぱサンドバーの小バッチがさ、普段この辺が落ち込みなんですって言ってた、多分とこじゃないかな。やっぱそういう地形が釣れました。嬉しいね。まあでもね、魚も結局淡水入ってきて酸素が少ないの、やっぱ海水に比べて。だからリスク取って入ってきてるから弱りやすいのは間違いなくて、特にねこの時期はまだいいけど7、8とかよく釣れんだけどすぐ死んじゃうんで、今の自分みたいに釣ったら水つける、写真撮ったら水つける、ね、そういう感じで基本もうグリップにつけて水の中で時間作って、で最後こう逃がせば死な。それでもね8月は死ぬ時あるよね。だから特にでかい魚はすぐ死んじゃうんで、もうすぐ逃がす感じでやってあげてください。こいつらがでかくなってたくさん卵を産むね遺伝子なんでさあ一仕事一仕事終わって安心してよかったよかった。気持ちいいな、こんな上流でいるんだよね。すごいよな。いるんですけどね、海で会えるけどわざわざ、こんな35キロぐらいまた違いますよね。まだ9時だよ、9時。まだ時間ああるりますね。かってほどではないから、もうちょい釣ろうぜ。嬉しい。やったーやったー応援ができますね。いや、よかったっす。よかったよかった。そうだね、ガイドきついよね絶対。自分で釣るより。そうね。
まあ、ガイドされてて結果が出ない時のされてる側のきつさもあるけどね誰も何も言わないけどみんな思ってることが分かるみたいなさ釣ってくれみたいなほい、ここで食え、ここで食え、ここで。もっとほど、ね、数匹ついてればあれだったんですけど、もしかしたら1匹だったのかな。もう一回しばらく時間空けてきたらまた変わってるかもしれないですね。また別な魚がついたり。ナレージ65フックサビサビチューンですチューンなのかちょっと軽くなっているかもしれない移動はいはいよし仙台川上流記録更新したぜ35キロ嬉しい小鉢と歩くときは上流歩くときは離れてた方がイノシシだと思って撃たれる可能性があるからそばにいると散弾銃が当たるからこれぐらい離れとけばいいような気がするかむしろくっついてあちゃんと人間がいるからあれはイノシシじゃないっていう風に北海道だったらクマに見えると思う真っ黒だし肌も黒いしクマさんみたい。クマさんみたいさっきでしょ真横にあと3メートルあそこまでさせまでよいしょすごい川って怖いですね。川って怖い子供なんか簡単に体重で小鉢は重いから100キロだと全然女性とか子供はすぐなんか流れに耐えられないのやっぱ体重が物言うの一見細い方が楽そうじゃんで太いさ人はダメな気がするんだけど達郎とかも全然平気だからね激流の中でもう割と大丈夫ですけどもう設置感流れるプールみたい。流れてたら気持ちよさそう。夏は気持ちいいよね絶対ね強くなかったですか流れそここう斜めに来るといつもあれいや多分ねカナダだと逆らえないんだよ女性のね脚力じゃ逆らえないから真横か真横もねちょっと大変そうだったから若干下る感じ今日こっちも水量があるんで大変でしたねこのぐらいの流れを遡って渡るのはイノシシか小鉢ぐらいです最高最高でいるかも誰もやってない感すごいなダメだねさあ本命ポイント行きましょうそう増水してますか増水してますね岩盤と岩盤の間を水がバーって出るんですけど、まあ今その上まで水があるんで、そこについてるよきっとついてはいると思いましょうただ濁っててギリギリまで寄ろうと思ったけどその途中のまあ危なくない範囲だね、いい絵だ手前の流れが重たくて一気に流されるダメだちょっと俺も入れてどっかサイド並んでやりましょはい。うもうここからどんぶかおふかですね、ちょっとやっぱ濁りがすごいな。ダムの水がまだ濁ってて3日雨でこの量ですもんね。相当降ったんだね相当降りましたよねここからまた落ち着いていく時が一番いいんですけどね、今着くところについてるのだけ拾う感じですかね。もう落ち着いてきてる支流に近い方がやっぱりチャンスはあると思います。そうだねさっきの魚も支流の水についてる魚だったもんね、境目もいい仕事してますね。この野郎で180でいきます。グリーンゴールドは川の中でめちゃくちゃ淡水魚いいイもちゃんと浮いてるメージがあります。うわ釣れそう濁ってっから波動でね、波動で誘い出す。いやー気持ちいいな。気持ちいいですね。まだ水が綺麗だと、魚は出にくいかもしれないですけど、もっと気持ちいいですけどね、そうだね目の癒しにもなってる。仙台川は本当にね清流でめちゃくちゃ水動かしてるからね。こういうのも濁流の時強いんだよね、デカイルア。デカイルアのこう派手に水を動かすやつが。そういえばゴールデンウィーク、テントサウナ
うん入ってらっしゃったですね。ああそうだね、去年秋買って年季は毎日入ってた。もうすっかりハマって。いいっすね。いや実は僕ももう1年半ぐらい、サウナにハマって、本当、へえ、サウナーなってた。サウナーになったんです。コロナ禍で今なんか4人ぐらいサウナにちょっとこう友達をハマらせましたね。最初全然理解してくれてなかった。釣り人釣り人を釣り仲間を。じゃあ終わったらサウナ行くかみたいな。大体今帰りサウナに行く。マジか。終わったらサウナだって。互いにどこのやつがいいっていうのをこう釣り中にそういう話をしながら。結構あるんだ。あ、まあ鹿児島市内だったらいっぱいあるか。そうですね、温泉は多いんで、うんうんサウナに力を入れてるところはまだ少ないかなっていう感じ。結構今なんかプライベートサウナみたいなのをなんか経営できてされる方が増えてきてて、行ってみたいなと。貸し切りってことでしょ。貸し切りでそれが一番いいよね。90分貸し切りとかなんかそういうの楽しいよね。ですよね。いや最初全然いやお前がそんなに熱く語っても俺は行かねえからなみたいな言ってたんですよ。でも今そう一番言ってた人が一番ハマってますよ。あるあるなんですかね。なんか聞いた話だな。みんな若干否定で入る。2年前の北海道で全否定してた俺を思い出した。とか言ってね。そうなんだ。さすが。そういうもんだよね。何でもそうだよね。ゴールデンウィーク毎日入ってるなんて。確かにあの時の稚内の俺には想像つかないな。今もうその人がなんかもうスパを経営したいとかまで言ってますからね。自分で一番否定派だったのにスパをやりたいって言ってますけど。いやすごいよね。だからあの時間違って俺が水風呂にさ飛び込んだことから始まってるじゃんこう。それで夜飯食いながらさ「いやさっき間違って水風呂入っちゃってさ」とか言って笑い話してたところから「最高なんだよ水風呂」ってみんなに言われて「そんな?」みたいな。前に入ってた人が多分湯船使ってかなり温まってから水風呂入って気持ちよさそうに「わー」とか言ってたので、ちょうど一日伊藤やった後だったから俺も早く湯船入って体伸ばしたいなと思って一生懸命洗ってその人が入ってるところに俺もあーってやろうと思って勢いよくザザザーって手を詰めてみたいな死ぬかと思ったよみたいな感じ。思い込んでますからね。シャワーだけで水風呂って死ぬよね本当ね。でも一気に振り上がってさ「あいや湯船あっちじゃん」とか言ってでその人に「まあいやあんな気持ちよさそうに入ってるから間違っちゃったじゃないですか」っつってたら「いや水風呂いいんだよ」ってみんなに言われて「こんなもんかな」とか言ってその時は全否定だったね。いや俺は絶対体質的に合わないとか言って昔から嫌いとか言ってたんだけど散々言われてその2週間後に今度高橋祐介と熊本行ってで熊本ロケ終わった帰りに空港寄る前にちょっとスーパー銭湯行こうぜって検索したのがユラックス。ユラックスたまたまそれもたまたま西の聖地ですね。そうで高橋が Google マップ見てさ「西の聖地って書いてますよ」とか言って「いや俺サウナ好きなんですよ」っつって「お前も」みたいな感じでその行くまでの30分に高橋祐介のサウナの入り方を永遠聞いてじゃあそこまで言うならまあ北海道でも聞いたしっつっていきなり俺はそのユラックスの儀式みたいなイベントになぜか入っちゃったんだよね初心。サウナじゃ熱波師の前に座ってしまったの。僕あります。でも一回行った時はもういっぱいでちょっと遠慮しちゃってあれだったんですけど、最後会えた時にいいですよって言われてついでにやってくれたんですけど、やっぱ浴び方とかやっぱあります。いやもう全部書いてあるのよね。もうなんか書いてあるので芥川龍之介の雲の糸に例えてさなんか天空から降りるこの糸を何時掴みたまえみたいな感じで最初何のことかも全然わからないままユラックスが終わっちゃったんで今回ね行くの明日ユラックス。マジっすか。だからちょっと個人的リベンジしたくて一通りやったしテントサウナも買うぐらいね一応サウナの世界が分かってきたんでじゃあ改めてちゃんと熊本ね明日山本君に会いに行くんで山本君でその前にでも熊本行くならユラックスもあの時何も分からず熱波師の前に座ってうわーっつってあー死ぬって言ってもうたまらず飛び出たのをちゃんと終わりますっていうまで耐えられるんじゃないかと思って熱波浴びる時のポーズとかあれしてます？
知らない。受け方であるんだ。なんかいろいろありますよね。こう感じで浴びる方もいれば、こう風を全部受け止める受け止めたいんだ。いますよね。無駄にしないという。なるほど。僕はもうこうタオルから放たれる空気の塊を存分に受け止めたいんだね。こう5回ぐらいしてくれるんですけど、バーンってやった時に俺はいやー、そうだったよ。もう俺入った瞬間の挨拶の時の拍手だよね。まず、全員拍手するとかさ。そうもう俺と思ったなんかすごい間違ったとこに来てしまうと西の聖地やばいとこ思って。夜になるほど活気づいていくんで、あ、そうなんだ。夜がいいです。みんな泊まりで泊まりじゃないみたいな、ね、泊まれるじゃん、あそこ。仕事後の人なのか、うんうん、ガテン系の人多いなと思いましたけどで熱波師の方もガテンな感じがする。仕事終えてね。仕事終えてすごい気合のあるサウナ。じゃあカリスマ熱波師とかいるんだ多分。いるんですよね。有名な方いらっしゃるみたいです。受ける方も迫力すごいですけどやる方もやっぱ相当すごいですね。掛け声がすごいですね。おいとか盛り上がる。特に夜の一番最後のアウフグースですからやばいですよ。11時かな、なんかやつはすごかったです。いやーすごいな。女性の部屋どうなんだろうね。そんな熱気なのかね。嫁さんはそんな。でも聖地っていうぐらいだから設備的にはそんなにケチってないんじゃない。ちゃんとマットマックスとかあるんじゃない。あ、優先なんだ。そうです。家族で遊園地に行く前にもう夜のうちに出て、そこに泊まっていこうみたいな感じで。子供遊園地三井グリーンランドに連れて行く前にそこに入って、で結局でも多くて空いてなくて駐車場で車中泊でしたね。整った後結局乱れたんですよ。崩れてて車中泊で崩れました。整ってたものが。むずい。この位置だと流せないね。そうですね。ちょっとですね。まだあるん全然ポイント。まあありますね。下に降りていくこと、まあ背は多くなってくるんで、まあ今度はチャラセが多くなってきますね。水量的にチャラセにどんどんあんまり寄っていけないところはあるんですけど、そうだね。水際から投げる感じで。まだ増水気味。でも基本下がってるんでしょ、水位はね。一応下がっていく、今日でもだいぶ下がっていく方だとは思ってますけど、1日かかるでしょうね。上流の釣りはもう水がバンバン変わるので、ダムの放水とか国交省のウェブサイトを見て、増水傾向の時に絶対行っちゃダメです。振り向いたら帰れないっていうことがざらに落ちちゃうんで、減水傾向の時はまあ多少ね前出ても出れると思うんで。でも突然放水するんでしょ、ここもね。そうですね。サイレンが鳴りますけどね。サイレンが鳴るんだ。サイレンが鳴ったら上がるとか、まあ、川によってそれぞれねもうバラバラなんで、ちゃんとその川の国交省のサイト見たら書いてますんで、それ見ていってください。いやいいなあ。でもサウナリラックス楽しみになってきた。山本くんはサウナ行くんかな。ああでも聞かないですね。山本くんだから趣味がわからないです。いやなんか俺にサウナ必要ないっすとか言いそうじゃない。俺はすでに整っているみたいな感じだと思うから。俺もそう言ってたけど。潔癖とかじゃない感じですかね。山本君となんか他の人となんか無理ですみたいな、そんな。ああどうだろう。どうなんだろう。どうなのかな。いやそんな全熊本県民が行くぐらい。僕コロナ禍になってしか知らなかったですね。棚尾の偏見超面白い。そうですね。なんで見たか、茶道のドラマかなんか見て僕もなんかサウナに行ったような気がしますけど。あったね、そんなドラマが。うん。へえ。本当ですか。サウナの中で。なるほど。実際ちょっと映ってた。おお、ちょっと第何話？黄金湯ってありましたね。そうだよね。あれも布石だったよね。あれがさ4月か5月のロケでさ、江戸川方面でロケした後さ、なぜか加納がここで降ろせっていう。ここ駅から遠いけど大丈夫って言ったら大丈夫です。ここになんかね、それがあそこでしょ。黄金湯っていう。で銭湯とか思ってその時はサウナっていうか銭湯に行きたいんですとか、黄金湯って銭湯に行きたいんですって言うんで、
不思議なとこで降ろせっていう人だななんて思ったけど。芸能人ってこんな感じで街中歩いてたら絶対気づかないなって思いました。あ、普通のおじいちゃん。そうだね、みんななんか俺の知ってる人も普通に街中で店で待ち合わせしたりするときにそれなりなんかすごい有名な人でもこんなところまで歩いてきて大丈夫なんですかって言ったら全然気づく人は気づいてるけど特に声かけられることないですよって言ってて、そんなもんかと思った。なんか芸能人街で見かけたのありますか？あったこと見かけることはたまにありますね。はい、あと空港とかで見たこともあるんですけど、はい、桜島サービスエリアっていうのがあるんですけど、そこで大仁田敦さんに会って大仁田敦さんですよみたいな感じで、ですよねって話したら、で入り口のところちょっと会釈だけしたら肩バーンって組まれてお前レスラーにならねえかスカウトお前レスラーにならねえか体験見てダンダンダンねされてて分厚さちゃんと筋肉量チェックして俺の団体来いよってそれは全てのプロレスファンが言われたいセリフだよね俺の団体来いよっつっていや大丈夫です言っちゃいましたけど、なんかそのコバッチレストラン軽くおーと思ってこうしたつもりだったんですけど、でまあ急に振り返って思うよね、コバッチの体験めったに会えない人たちじゃんやっぱプロレスラーとして成功する体格持ってる人ってだから貴重なんだと思うよ多分だから絶対スカウトしたいよ。あれプロレスとか興味ないですか？全然格闘技とか見ない？格闘技ちょっと見ますけど、うんはい、そんなに詳しくあれとかっていうわけじゃない。でもなんか小学校の時になんか大隅半島の中お相撲大会みたいなのがあるんですよ。で僕全然選手とかじゃなかったんですけど、出る人がなんか欠場になって、代わりに出ないかって言われて、出て優勝した相撲の基本ゼロの状態でちょっと皆さんコメント欄に今からでも遅くないって優勝して、そしたら安治川部屋っていうところからスカウトできましたでそれが嫌でそっちに行くべきだったサッカーを頑張よ。ったっていうそっちに行くべきだったそういうサッカーでもいいけど親父はお前行けみたいな、ね、なってましたけど、いや絶対お袋はどっちでもそれなりに名を残したと思うよ多分っていうか今からでも遅くないよ、昨日言ったじゃん何でもチャレンジだってということでプロレス団体の皆様お待ちしてますまたねでいいですマジでマジでねえ恵まれたいやでも方なんですかね。そういうさ横綱なる人とかの小さい頃エピソードがそうやって代わりに出て優勝しちゃってとかあるじゃんよく聞くじゃんまさにそれじゃんだからもうふくらはぎがこんなあるってふくらはぎとここの上腕がぶっとい人が鍛えればでかくなるんだよねあと俺が各団体にプロフィール履歴書送っとくよ。いややめてやめてやめて心優しいだけどプロレスファンが好きそうな男泣きが得意じゃないこう毎試合男泣きみたいな男泣きの小バッチみたいな感じですファンも一緒に泣くみたいな感じでプロレスさあ困ってるんで行きましょう次のこっからもう上がっちゃいます？上がれますかね。はいじゃあ、はい、小場所なんで小バッチ、はい、ソロでソロで私日陰でせせらぎを見ておりますせせらぎと、ね、ちょっと理想の水位よりはもう下がってるんですけど、多分ついてれば早いでしょうっていうことで。早いだろうね。いいポイント深いもんね掘れてて、もう掘れてるところだけボコッと掘れてるんでガボツガボツ90です。トップで上で出るならまずは上で狙える魚を、そうだねやっときたいってだけで入れた方が反応はいいと思います。よく来るのこういうとこもこういう小場所もそうですね、いますね。小場所も結果が早いところは結構大場所回った後、最後こういうところ回って拾っていくような、こういう場所は日本中にあって結構どこでもいるんだよね。鈴木は大抵いる。本流は増水してるし、でも支流はもうだいぶ落ち着いてるしで、スネコンなかなかうまくいかんもんですね。スネコン130 T 字
お来たお来た来た。しゃえいえいえい。よっしゃスネコン TG いいね。手前のそこの石にいたね。取れますか？私めが。ここに責任重大すぎて。まあまあ取れる取れる。バレないバレない。口を開けといて口開けといてお願い。この時のバレそう生きた心地のしなさ。針一本だよ針一本。はい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 危ない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 外れる外れるよっしゃー。イエーイ。スネコン TG 僕のオリジナルカラーのおめでとうございます。コケコッコバッジコケコッコバッチ。コケコッコバッジコケコッコバッチ。羽がある羽が。羽があるなるほど、そんなカラーをやってたとは知らなかった。やった蘇生蘇生蘇生。そうするやりまし斜め斜面頑張った甲斐があったね。たいやちょっと前の一投ぐらいで手前のここ打ってなかったじゃん。通してなかったから奥はいないけど、ここいなかったら小鉢は移動しようって思うだろうけど、多分結構ここに来るまでの苦労を考えると言いづらいんだろうなと思って察していただいてどうすんのかなと思ってたら、もう上で出なかったらもう一気に落とそうと思ったんですけど、ですね。ねえコケコッコバッジスネコン TG 気持ちいいですね。めっちゃ綺麗レピンでありがとうございますいい笑顔いい笑顔いい笑顔でやっす。たぜよかったです40センチぐらいだね。いい太鼓いいヒレだね。背びれが大きくて、これは大きくなる遺伝子ですよ。鈴木界の大仁田淳がいたらスカウトするいい体をしてる。バンバンしたくなるさあスネコン TG コケコッコバッジもう実践で一番いけるカラーにしてありますけど、うわ背びれかっこいい。いいね、清流シーバス。シーバスこんな上流で。よっしゃこれで気持ちよくお昼が食べられますね。ーねヒレは何食べたい？なんだ鹿児島名物。でも小鉢の食べたいもんでいいよ。スタート何食べるの？スタート。待って、はいはい、私小バッチのあれが見たい。替え玉。あ、替え玉すごい説。あ、いいね。じゃあ替え玉のあるラーメン屋さん行こう。ありますよあるある。鹿児島じゃあラーメンですか？金龍ラーメンっていう金龍まあ案外九州中にあるね。ラーメン屋さんがあるんで九州中にある。はい結構チェーン店なあれですかもしれないですけど、じゃあ替え玉。ちょっと俺も替え玉頑張っちゃおうかな。勝負だ。やりますか替え玉勝負だ。やったいらっしゃいますか。いらっしゃいました。はい。じゃあカメラ預かります。また道のりを戻るの。はい。頑張りましょう。